粘土で造形しているとき、なぜか思った通りに整わない。そんな経験はありませんか？実はスパチュラの使い方がわかると、形はかなり整えやすくなります。スパチュラは細かい模様を入れるためだけの道具ではありません。面を整えたり、境界を作ったり、作品全体の印象をまとめるためにも使えます。今回はリボンのついたシンプルな猫を作りながら、初心者の方でも使いやすい5本のスパチュラを実際の制作の流れで紹介していきます。実際に一つの作品を作りながら見ていくので、なるほど、ここで使うのかが分かりやすいと思います。僕は普段から粘土を使って人形やオブジェを制作しており、実写映画耳をすませばではバロン人形の制作も担当させていただきました。今回はそうした実制作の視点からスパチュラの使いどころを初心者の方にも分かりやすく紹介し、作品作りの中でどう使うとどう生きるのかを実演していきます。この動画を見るだけで造形力、表現力もアップしちゃうかも。ぜひ最後までご覧ください。今回使うのは積素粘土のラドールです。他にも削りや仕上げの道具としてデザインナイフや彫刻刀なども使用します。では作っていきましょう。まずは完成のイメージをざっくり決めて、粘土を薄く伸ばして芯材に巻いていきます。この段階で特に意識したいのは、最初から細部を作ることではなく、まずは大きな形をまとめることです。造形初心者の方がやりがちなのが、最初から顔や細かい部分を触りすぎてしまうことなんですが、先に全体の塊感を作っておいた方が後からかなり楽になります。ここで使いやすいのが、粘土をカットしたり、面を押さえつけたり、つなぎ目を整えたりしやすいこのスパチュラです。全体に粘土を巻いたら、ベースの形を少しずつ整えていきます。指だけだと曖昧になりやすいところもスパチュラで軽く押さえていくと面が見えやすくなって形が安定してきます。この段階では猫らしさよりも全体の塊の気持ちよさを優先します。今回の猫は毛並みを入れずにすっきりとした面でまとめていきます。毛並みのような質感表現は作品映えしますが、その前にまず形をきれいにすることが大切です。この辺りで便利なのが丸みや面の流れを整えやすいスパチュラです。押し付けるというより軽く撫でるように面の向きを整えていく感覚です。ここでのコツは一箇所を作り込みすぎないこと。少し整えたら全体を見る。また少し整えたら全体を見る。この繰り返しで形は自然にまとまっていきます。こうしていくうちになんとなく猫のシルエットになってきましたね。ここで一度しっかり乾燥させます。ベースの段階で固めておくと、この後の細部造形がかなりやりやすくなります。柔らかいまま全部進めようとすると、せっかく作った形をまた崩してしまいやすいので、こういう区切りはとても大事です。では、乾燥したベースに対して、ここからは削って形を出して、必要なところには粘土を盛り直して作っていきます。こういう工程も実際の造形ではかなり大事なんですが、今回はスパチュラの使い方がメインなので、この部分は要点だけにして先に進みます。ただ、粘土造形は最初から一発で決まるというより、整えて直して足してまた整えていく、そういう繰り返しの中で少しずつ良くなっていくものです。特に積素粘土は森の造形も削りの造形もしやすい素材なので、初心者の方におすすめです。さて、削りの造形で猫の形が立体的になってきました。ポ
ポイントは骨格を意識することです。ここからさらに粘土を足していきます。この形状のスパチュラは粘土同士をなじませやすくて使いやすいですね。猫の指などは刃物のような形状のスパチュラが滑らかに切り込みを入れやすいです。削りと森の造形を行うとこんな感じになりました。粘土の塊から猫の形がしっかり出てきましたね。ではここでもう一度乾燥して固めます。ベースが固まったら、まずざっとスポンジヤスリでヤスリをかけて、削り出しで角張った箇所を滑らかにします。それでは顔や耳の細部を作っていきます。ここではさっきより小回りの利くスパチュラが便利です。細かいところに入りやすくて、でも鋭すぎず扱いやすい形のものが使いやすいです。柔らかい粘土を持ってスパチュラで形を整えていきます。目も鼻も口もいきなり表情を作り込むのではなく、まずは位置関係と大きさを整えることが大事です。この段階で大事なのは、うまく作ろうとすることより違和感を減らすということに意識を向けることです。細かい造形が得意なスパチュラで作業をすると、つい細部を作り込みたくなってしまうのですが、全体のバランスを見ながら少しずつ整えていきます。顔や耳の造形を入れたら、ここでも一度乾燥させて安定させます。細かい部分ほど乾燥を挟んだ方が後で扱いやすいです。焦って一気に進めるより、工程ごとにしっかり粘土を固めていく方が結果的にうまくまとまりやすいと感じています。スパチュラで造形したい部分だけ柔らかい粘土の状態にして、あとは硬化させておくと、意図せず崩れてしまう心配もありません。次にリボンを作っていきます。今回の猫はシンプルな形でまとめているので、リボンが入ることで作品としてのアクセントが出ます。まず粘土を薄く伸ばして均一な厚みにして素材を作り、
それを加工していきます。このような造形の時は、面の切り替わりを整理するためにスパチュラを使うと効果的です。リボンは細かく作り込みすぎなくても、結び目と流れ、境界が綺麗に見えるだけでかなりそれらしく見えてきます。細かいシワを全部に入れようとするよりも、大きい流れとメリハリを意識して作ると簡単に作ることができますよ。ではここでもう一度乾燥して固めます。さて、本体とリボンができたら全体の表面を整えていきます。ここは新しく何かを足すというより、これまで作った形を見やすくまとめる工程です。スパチュラは細部を作るためだけの道具ではなくて、最後に作品の印象を整えるときにもかなり役立ちます。表面が少し整うだけで、同じ形でも見え方は変わってきます。作品の形状に合わせてスパチュラを持ち替えて細部を整えていきましょう。こういう最後の調整でもスパチュラはかなり便利です。それぞれ造形の陰影をくっきり表すようにして使います。作品全体をまとめるための道具として使うと仕上がりがぐっと整いやすくなります。表面の粘土を少し削ったり、スパチュラを押し当てることで表面の凹凸をならしたりすることもできますよ。デザインナイフや彫刻刀での削りの造形、ヤスリでの表面を整える作業も適宜行って細部の造形を詰めていきます。さて、リボンのついた猫の造形の完成です。今回5本のスパチュラでこ
このような作品を作ることができました。最初から難しい表現を目指さなくても、まずはこういうシンプルな作品を一つ完成させると、次からは形をイメージしただけでどのスパチュラの形状が使いやすいかが分かってくると思います。粘土をなじませ大まかな形を作るもの、面を整えるもの、細部に入りやすいもの、境界や溝を作るもの、粘土をカットするもの。スパチュラって無機質で少しとっつきにくい道具なんですが、こうして作品作りの流れの中で見ると扱い方がつかみやすいのではないでしょうか。今回ご紹介したスパチュラセットは、僕が監修として携わったモデルをもとにブラッシュアップした新型モデルです。さらに使い勝手の良い形状に整理されていて、初心者の方にも使いやすいセットになっていると思います。道具ってこうやって実際の制作の中で少しずつ改善されていくことがすごく大事だと思っています。今回のモデルもそういう積み重ねが感じられるセットだと思います。概要欄に詳細を記載していますので、気になった方はぜひチェックしてくださいね。今回紹介した内容はあくまで一例なので、あなたが作りたい形や表現に合わせて自分にはどのスパチュラが合っているのか試してみるのも大切です。最初から完璧に使い分けようとしなくても大丈夫なので、まずはよく使う何本かを体になじませていく。それだけでも造形は楽しくなってきますよ。作品作りや動画の内容について疑問や質問があればお気軽にコメントくださいね。そしてこういった粘土造形のコツやもっと詳しく作品作りの工程を知りたい方は、僕の公式 LINE もぜひ覗いてみてください。特典の粘土造形ガイドブックをはじめ、普段の制作に役立つ情報や動画では伝えきれない補足、制作に対する考え方、講座の案内などもまとめています。そしてこの動画が参考になったら、いいねとチャンネル登録もぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。